直秀は存在した。光る君へに学ぶ日本史。庶民の真空を代弁した謎の男。 NHK 大河ドラマ「光る君へ」には毎熊克也さん扮する謎の男直秀が登場し、人気を博している。もちろん直秀は脚本上の架空の人物で、昼間は権力者を風刺する山岳のメンバーだが、夜には盗賊に変身するという設定だ。ところが平安時代の事件を詳細に調べてみると、直秀に酷似した謎の人物の記録が残っているのである。直秀に似た謎の男のその後を詳しく見ていこう。平安時代は極端な格差社会で、金銀財宝を蓄えた都の有力貴族たちは盗賊の格好の標的となった。藤原道長邸も例外ではなく、1011年寛永8年12月2日連続で窃盗に入られたという記録が残っている。そして衣装と銀製のひさげなどが盗まれている。1017年寛仁元年に道長は蔵にあった金銀2000両を盗まれたが、この時は盗賊を逮捕して盗品の半分ほどを取り戻している。この時に逮捕された盗賊団の一人は道長の顔見知りであったと記録されている。しかも当時の盗賊団は普段は芝居や山岳のような芸能団に隠れ蓑として身をやつしていたという。この人物が直秀のモデルであったわけではないが、実際に彼と酷似した人物が存在したことは事実である。この人物は他の捕獲された盗賊たちと共に平安京の三大葬送地の一つであった東山の鳥部野で処刑されている。実は直秀もドラマではその後に同じような運命をたどることになる。それはともかく、紫式部の給料はの動画で判明したように、当時の庶民は極端に貧しかった。ドラマでは紫式部たち中級貴族も貧しいという設定になっているが、一般庶民の収入はその100分の1程度でしかなかったのである。平安時代の庶民の悲惨さは、芥川龍之介の短編「羅生門」や黒澤明監督の同名の映画にも詳しく描かれている。日本は平安中期から寒冷期に入り、凶作が続いた。また地震と疫病が庶民を直撃した。そのため当時の地方の貧しい若者は生きていくために皆が都を目指した。都に行けば何とかなるという考えが全国の特に若者の間に広まっていた。しかし実際には都でも職はなく、飢えた若者たちの中には直秀のように権力者に不満を持つ者が現れる。そして彼らはやがて盗賊などに身をやつし、貴族の屋敷に盗みに入り、盗品を仲間たちと分け合った。彼らは昼間は山岳などで権力者を風刺しながら、夜になると盗賊に身を変えたのである。平安貴族の社会があまりにも華やかなので、かえって直秀たちの貧しい姿がクローズアップされ、社会的矛盾が
浮き彫りになる。ところで藤原道長の同僚には同じくエリート貴族の藤原均東がいたが、実は均東が当時の盗賊事件の記録を偶然に残している。彼は検非違使別当、現在の警察庁長官のような役職の時に北山省という著作を残している。均東はこの北山省を書くのに過去の事件記録の裏紙を使った。そのために今も検非違使が関わった当時の事件簿ともいえる記録が偶然に残っているのである。藤原均東が偶然残した平安時代の事件簿には強盗に関する次のような内容が書かれている。この時代の軍刀は山岳などの芸能団に所属したり、都の貴族の邸宅に仕える仮想の雑式、下人らである場合が多かった。また貨幣の流通が一般化していない当時にあって、盗品といえば衣装、刀剣などの武具、牛馬、金銀製の品が主であった。中でも衣装がよく狙われ、ひどいものになると1008年寛永5年の大晦日の夜に事件は起こっている。この京の一条院代理に押し入った盗賊は、2人の女官から衣装を強引に剥ぎ取って裸にするという悪質なものであった。一方、宮中の大蔵省や民部省、国葬院などには諸国より雲上の物資が保管されていたので、当然のことながら唐人たちの標的となった。そして記録には天皇が住む代理にまで盗賊たちが潜入した記事が残っている。当然であるが、宮中には天皇をはじめ高級の人たちの貴重な衣装、調度がたくさんあった。ある時には女の盗賊2人が御所の清涼殿に侵入し、こともあろうに天皇の御座所に近づいた。天皇はこの女盗賊2人と鉢合わせとなったが、クロードという役人を呼んで逮捕を命じるという一幕もあったという。天皇の秘書近くにまで賊が入ったという例は他にもあり、警護役は一体何をしていたのかということになる。天皇の警護役は代理の滝口に詰所があったために滝口と呼ばれたが、当時はまだ宮中の警護は随分手薄だったようである。京内では有力貴族の屋敷のほかに頭領の邸宅が狙われた。頭領は各地に赴くが、彼らが民国で得た米や財宝はその度に京の屋敷に運び込まれた。数カ国の頭領の経験者ともなると、巨万の富を得て蔵は膨れ上がり、強盗はその蔵を狙い襲った。盗賊は盗みに入った後に放火したので、京の町では強盗放火による火事が頻発した。また地方に発生した不満を持つ武士が貴族や頭領の館を襲撃する事件も起きている。頭領宅を狙った強盗や襲撃の場合、その多くは認知での強引な搾取による恨みが原因となっていた。これらの犯罪に対し治安に当たったのが検非違使であった。都の検非違使たちは懸命に犯人逮捕に努めたが、犯罪率が高くなるとともに
次第に無力となっていく。ドラマでは直秀たち山岳のメンバーが盗品を貧しい庶民に分け与える義賊を演じている。しかしその山岳のメンバーも最後は悲惨な結末を迎えることになる。ドラマでは直秀と交流した真宙と道長は果たして彼の志をどれだけ引き継いでいくことができるのだろうか、楽しみである。